皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは5月に入ってから先週にかけて非常にマーケットで賑わいを見せているこちらの銘柄メタプラネット。証券コードは3350ですけれども、チャートをご覧いただいてお分かりの通り5月に入ってから大きな急上昇を見せています。ただ一方で先週の金曜日、今度は一転して一時ストップ安をつけるなど大きな下落幅約 25% の前日比マイナスとなりました。この銘柄に関連してもう一つ、こちらの銘柄はリミックスポイント。証券コードは3825ですけれども、こちらも先ほどのメタプラネットほどではありませんが、先週から1週間大きな急上昇を見せた後、金曜日にストップ安をつけています。おそらくこちらの動画ご覧いただいている方でしたら、この2銘柄がどういった銘柄か、すでにご存知かと思いますが、ビットコインを大量に保有している銘柄、つまりビットコインが上がれば株価も上がると思われているような銘柄たち、ビットコイン関連株ですね。ですので、直近のビットコイン対円での推移をご覧いただきますと、ご覧の通り5月ちょっと前ですね、4月の中盤ぐらいからは一旦底値をつけて上昇基調を続けているといったような状況です。ビットコインのタイドルレートだと、すでに今年入ってからの1月、2月あたりにつけていた高値を更新しているといったような状況ではありますが、こちらはですね、ドル円レートで円高に進んでいるというような影響もありまして、ビットコイン対円ですと、年明け1月頃とほぼ同水準まで戻ってきたといったようなところですね。話をメタプラネットやリミックスポイントに戻しますと、なんなら本家のビットコインよりもボラテリティの高い展開が最近続いているわけですが、現状が足元加熱しすぎなのか、それとも今後ビットコインの展望とともにこれらの銘柄にも投資機会があるのか、そういったところの考え方というのをデータ分析とともに今回はご紹介していきたいと思います。まず一つ目のデータとしてご覧いただきたいのは、空売りの状況ですね。金曜日にストップ安を記録したとはいえ、直近でかなり大幅に上昇している2銘柄。当然空売りを事前に仕掛けていた投資家がいれば、かなり大きな痛手を負っている、こんがり丸焦げになっているはずです。そういったところのデータご覧いただきますと、まずはメタプラネットについて、基本的に 0.5% を超えてくると報告対象となりますので、どのあたりから空売りを仕掛けているとやばいかと。株価のチャートご覧いただきますと、4月28日時点で324円、ここを切り返しのポイントとして、約2週間ですね。間にゴールデンウィーク挟みましたけれども、一貫して上昇している。そして先週ストップ高を何度も記録するような展開を見せた後に、1083円までつけましたけれども、この時点で約3倍ですね。ここから金曜日に 25% の下落ということで、現状816円。ですので一番最悪なタイミングで空売りを仕掛けているとしたら4月、そして5月に入ってからだとまだマシではありますが、2週間前まで空売りポジションを構築していると結構大きな損失になっているんではないかと。こういった株価推移の状況でメタプラネットがどれくらい空売りを仕掛けられているか、4月の後半から約1ヶ月間直近までご覧いただきますと、線グラフというのが空売りの投資家に株券を斡旋している証券会社、そして薄いピンク色の面グラフというのが右軸で総計を表しています。縦軸はそれぞれ両方ともパーセント、発行済み株式数に対する空売り数量というのを示していますけれども、線グラフ途切れているところというのは、報告対象となる 0.5% を上回ってきたタイミングでスタートしているということです。つまり、一番上の線グラフ、青色のシティグループに関しては、4月の30日から空売りを仕掛けているということですね。そうすると、先ほど株価推移でご覧いただいたように、5月に入ってからはずっと上昇を続けていますので、その段階で空売りのポジションが少なくなっていないと、かなり損失としてはきつい状況なわけですね。4月の30日のあたり、真ん中から若干左寄りのところですね。このタイミングで、それまで大きな空売りを仕掛けていたエンジ色の線グラフ、UBS ですね。こちらが一気に手を引いている 3.5% 近くから一気に 0.5% 近くまで空売りのポジションを減らしています。こういったところだと株価上昇前に空売りポジションをクローズできて助かったというような取引先になってきます。そして現状高い水準で空売りを維持しているのは一番上のシティグループ、そして緑色のモルガンスタンレー、赤い線のゴールドマンサックスですね。そしてシティグループが一番粘ってはいますが、そんなに右往左往してない。一方で緑色のモルガンスタンレーに関しては、少しギザギザとしている。ちょっとでも下がってくるポイントがないかと
今かと待ち受けている状況ではあります。ですが、一番直近のところ5月21日、これは水曜日ですので、ストップ高をつけている最中ですね。この次の日までストップ高になりますが、この時点で緑のモルガンスタンレーだけ右肩下がりと、ポジションのクローズが進んできているという状況ですね。これはおそらくモルガンスタンレー、あるいはここが仲介している空売り業者が自らの意思で空売りのポジションを閉じていったというよりは、損失額があまりにも大きくなりすぎて、リスク強度を超えてきたということで、強制決済、買い戻しを強いられているというような状況ではないかと思われます。これがですね、株価上昇が上昇を呼ぶような状況となって、木曜日までストップ高をつけた一因になっている。そういったことが考えられますね。まだシティグループやモルガンスタンレー、ゴールドマンサックスご覧いただいても、空売りのポジション総量減ってきてはいますが、すべて合計すると7% 近くと、ここからですね、金曜日のデータまで更新していくとどうなっているか、来週にかけて注目のデータになってくるかと思います。またここが増えているようだと、ストップ安つけましたけれども、まだ短期的には再転嫁の可能性もあるというような状況ですね。一方で、リミックスポイントの方どうなっているかご覧いただきますと、こちらはメタプラネットほどではないけれども上昇していると申し上げましたが、メタプラネットが5月入ってから上昇基調を始めたのに対して、リミックスポイントはほぼほぼ先週からのスタート、メタプラネットであまりに高くなって買えなくなってきたので、同じくビットコイン関連の銘柄として注目を集めてきた。ですので、2月の中旬につけている848円という高値は全然まだ届いていない。5月22日の701円ストップ高をつけたところで、金曜日折り返して551円まで下がってしまっています。こちらの銘柄はメタプラネットほど大きくはありませんので、空売りの投資家ご覧いただいてもそんなに参加者がいないと。こちらもモルガンスタンレーが噛んでいるということで、おそらくモルガンスタンレーはビットコインに対して一旦調整が入ってきてくれると思っているのかもしれません。比率で見ますとメタプラネット以上にリミックスポイントを大きく空売りしていて 7% 近くまで単独で空売りポジションを斡旋しています。すべて合計しても 9% 程度ですので、残り 2% が UBS であったり、バークレイズ、シティグループといったような状況ですね。なので、メタプラネット中心にデータ見ていくことにはなるかと思いますが、リミックスポイントも合計すると、モルガンスタンレー、この空売りのポジションが一番きついような状況になっているかと思います。これが金曜日時点で取れた最新のデータですので、次月曜日、火曜日となった時に先週のデータがどうなっているかというのは非常に見ていきたいポイント。私も余裕があれば、その結果どうなっているか、考え方をどうすればいいかというのを、気が向けば X に投稿するかもしれません。さて、まずは空売りの状況をご覧いただきましたけれども、今度はそれぞれの銘柄の大量保有状況というのを見ていきたいと思います。我らが味方と書いてありますけれども、これはですね、ご覧いただいている方が純投資を目的とした現物の買いポジション、これを前提としている表記ではありますけれども、一部信用買いを行っている方の場合は、あまり味方にはなっていない。その場合は気を悪くされたらごめんなさい。今度は大量保有報告のデータからダブラネットの株、どれぐらい買い占められているかというのを見ていくわけですが、こちらは 5% という水準を超えてくると報告対象となってきますので、どういった機関投資家がメタプラネットの株を直近大量保有の報告出しているか、まずリストでご覧いただきますと、一番多いのはゲロビッチ・サイモン、メタプラネットの社長ですね。そしてゲロビッチ一族の一番下、ゲロビッチ・ニーナ・アリサ。このサイモン氏が大量保有報告を出すときは、だいたい共同保有者としてニーナ・アリサ氏も出てきます。2人合わせるとだいたい 18.2% とかなり大きな割合になってますね。そして機関投資家として目立つのが、一番上、キャピタルリサーチ&マネージメントカンパニーと、上から3つ目、エボファンド、そしてサイモン氏の1つ上、MMXX ベンチャーズリミテッド。こういったところが目立つような参加者となっています。彼らはそれぞれ 5% から 8% 現状報告を出していますけれども、最も直近報告されたのは、足元から近い日付ほど赤くハイライトされているところですけれども、ほとんどが2025年3月以降ですね、随時大量保有報告を何回も出しているといったような状況です。一方で保有期間の長さで見ますと、最初に大量保有報告が出たところというのは、2023年から24年にかけてですので、長くても2年、短いところだと半年ぐらいといったところで
唯一エボファンドだけが5年近くずっと持っているといったような状況です。こちらご覧いただいている表は足元の状況ですので、それぞれの主要な参加者が過去どのような保有比率の経緯をたどってきたかグラフでご覧いただきますと、こちら2024年7月31日から約10ヶ月ですね、追いかけてみますと、緑色の線が先ほど申し上げた5年近く保有しているエボファンド、これが2025年の2月に入ってからかなり急激に買い増しを行っている 5% のところから 60% 近くまで買い上げを行いましたが、3月末を境に一気にポジションを落としていって、足元で再び 5% まで戻しているといったような非常に乱高下激しい保有状況になっています。一方で紫の線ですね、サイモン氏一族の保有状況ですけれども、こちらはですね、2024年10月のところで一度 40% 台から半分近くの 20% 弱まで落としましたが、4月の中旬から再び保有比率を上げてきている。こちらの大量保有状況の推移と先ほどのメタプラネットの株価推移、比較してご覧いただきますと、おそらく同じような経緯をたどっているかと思います。2025年の2月頃に大きな上昇を記録した一方で、3月を境に4月は軟調な推移、横ばいといったような推移が続いていて、5月からまた急上昇してきたと。実はビットコインのチャートも冒頭載せましたが、4月の中旬を一旦底として上昇基調が続いていると申し上げました。メタプラネットはビットコイン関連の銘柄ですので、4月の中旬からビットコインの上昇につられて上がっていくと思われていましたが、ずっと横ばいが続いていたその理由がここに現れていまして、結局はですね、4月の中旬に一旦大量保有報告の全合計を示した面グラフ、こちらでピークをつけてそこから下がっていっている。つまりメタプラネットの株を大幅に売っていた機関投資家がいるというわけですね。これが一目瞭然ですけれども、緑色の線グラフ、ウォーファンドが4月中旬以降大量に売ってきたということで、ビットコインが上がっていた4月中旬から5月にかけてメタプラネットの株価はなかなか上がらなかったと。これが十分に売り切ったというところで5月に入ってから急激に上昇を見せていたわけですね。一応エボファンドが売ってくるということで、サイモン氏がいくばくか買い入れを行って緩衝材にはなっていますけれども、それでも大きなインパクトがあったというところ。これが大きな要因ではありますが、サイモン氏はメタプラネットの関係者ということで、エボファンドは売り切ったとなると、こちらの現物保有の方でここから売ってくるような大きな機関投資家はなかなか想定されない。一つ大幅な下落にはここ要因ではならないといったような安心感はあるかと思います。一方で先ほど少し触れましたが、信用買いのポジションを持っている奴らが、少し足を引っ張ってくる可能性。そして信用買い、これを餌として一つ前の空売りの投資家、彼らが再び懲りずにポジションを構築してくるというのが足元では心配な状況ですので、そちらのデータ中心に追っていく方がよろしいかと思います。そしてリミックスポイントでも同じように足元の大量保有状況をご覧いただきますと、メタプラネットほど大きな銘柄でもないということですので、そんなに注目になるような機関投資家は足元で参加していません。ほとんど証券会社ですね。逆にリミックスポイントに対して積極的に純投資の目的で参加するような機関投資家が現れてくると、メタプラネットと比較して上昇幅が低いような状況続いていましたけれども、同等あるいはそれ以上のボラティリティの高い展開が期待されるかもしれませんので、このあたりは新規の純投資入ってくるか、ある程度はチェックしていくと面白いかもしれないといったような状況ですね。それではここまでメタプラネットを中心にリミックスポイントと2銘柄大量保有の状況や空売りの焦げ具合というのをご覧いただきましたが、この後ですね、どのような投資戦略を持っていくか考え方について、個人的な見解ですけれども、一つ参考程度にご紹介できればと思います。まずはビットコインを保有する公開会社。Google で検索するとご覧のようなリストが出てきますけれども、一番圧倒的にビットコインを保有しているのがマイクロストラテジー。アメリカのナスダック上場の銘柄ですね。そして2番目がマラソンデジタルホールディングス。マイクロストラテジーと比べると10分の1以下の保有比率。これでも2番目ということになりますが、この2社が他の銘柄よりは大きなビットコイン保有量を占めているというような状況ですね。そして日本の中で一番ビットコインを持っている銘柄、国という列で表記されているところを注目しながらリストをご覧いただきますと、8番目にメタプラネットというのが出てきていますね。時価にしますと8億6000万ドル程度
つまり日本円だと1250億円程度のビットコインを保有しているというような状況ですね。ですので、ビットコインの上昇、下落とともにメタプラネットの株価もリンクしてくるというわけですけれども、さすがに1位のマイクロストラテジー、ビットコインを630億ドルも保有している会社と比べると、さすがにマイクロストラテジーの方がビットコインに連動するんではないかというふうには考えられるわけですね。そうすると、チャートご覧いただいても、やはりビットコインと同じような推移を辿っている。直近のところ、4月の中旬以降ですね。こちらはメタプラネットの5月まで押さえつけられていた展開とは違って、きっちりビットコイン同様に上がっていますが、足元のところではメタプラネットほど急上昇は見せていないといったような状況ですね。ですので、1位のマイクロストラテジーや2位のマラソンホールディングス、そしてメタプラネットと現実通貨建てでの株価推移をご覧いただきますと、圧倒的に水色のメタプラネットだけが飛び抜けて上がっているといったような足元の状況です。縦の点線が入っている4月25日、この時点でビットコインは底をつけて切り返して上がってきている状況ではあったんですけれども、水色のメタプラネットだけが横ばいをずっと続けている上昇直前のタイミングですね。ここがエボハンドが邪魔していた売り圧力を余計に流してきていたという期間。そして、このタイミングで他の銘柄よりもビットコイン保有企業の割には上がってこないねというところから一気に急上昇したといったところで、少し短期的には加熱しすぎかなという状況。そこで金曜日にストップ安まで一旦売り込まれたわけですけれども、引けの段階ではストップ安にはなっていないといったところは、まだ力強い取引状況だったかなと考えられます。先週のストップ高ばっかりつけていた期間と違って、買いで入ろうと思えばいつでも買える状況にはなっている。そこで買うべきなのかどうか、現物保有で買ってほしいわけですけれども、昨今のビットコインの状況、出始めの頃の何か怪しげなものでよくわからない、投資して大丈夫なのかなといったような十何年前の状況とは違って、かなりですね、株に代わるような投資先、資金逃避先としても使われているような現状にはなっていますので、それを踏まえてメタプラネットが持っているビットコインはある程度長期的に評価されるべきと。これだけボラティリティが高いので、いくばくかは仕方ありませんが、あまり信用売買をするような人間には関わってほしくないわけですね。とあるインフルエンサーがメタプラネットに言及してきましたけれども、そういったところが一時期のエボファンド以上に足手まといになるわけです。ですので当チャンネルのように現物保有で長期的に考えていく場合に、現在の株価というのが正当化されるものなのかどうか、個人的な見解としてご参考までに、まずメタプラネット株価が1000円を超えていたのが木曜日のストップ高1083円ですね。例えば1000円とすると分かりやすいので、この今足元の段階でどのように考えていくか。株価1000円の時、時価総額は5000億円です。これがメタプラネット株の状況。そこでメタプラネットはビットコイン保有以外には、ホテル一つ経営するなど、さまつなは失礼ですね。ささやかな事業もありますけれども、ほぼほぼビットコインがメインの企業というところで、ビットコインの保有額、先ほどご覧いただきましたけれども、約1250億円というところです。ここからビットコインがさらに今後評価されて、ビットコインの価値が上がっていくという状況を想定する。まずそこを想定できていないとメタプラネット株買おうとはならないわけですね。どれぐらい上がっていくのかなと思った時に、まず年末時点でどれぐらいかというのと、3年ぐらいかけた時にどれぐらいかという2パターンで考えていきたいと思います。例えば、年末時点で1500億円、これは超えてくるだろうというような想定を行うと、この時点でビットコインから得られる収益プラス250億円ですね。もう3年後には2500億円、倍以上にはなってるんじゃないかと。そうしたらこちらの場合は1250億円と収益プラス幅が得られるわけです。すごく簡単な考え方なんですけれども、株価が1000円で時価総額が5000億円の時、保有している資産をビットコインだけだと仮定すると、そんなことはないですけれども、ほぼ事業の9割方ということで、そのように仮定すると、1250億円の保有資産に対し時価総額5000億円ですので、ここで PBR だいたい4倍というふうに計算されるわけですね。PBR と言いますと、だいたい東証は1倍下回るなとよく言いますね。現在足元保有している資産との対比になりますので、ここが4倍となってくると、結構成長性が評価されているような銘柄と同水準。一時期の半導体関連の銘柄みたいな成長性のある企業じゃないとつけないような水準です。今度はビットコインの右側の収益性、
例えば年末プラス250億円ぐらいはつけてくれるだろうというふうに思っている場合ですね。そうすると、こちらの収益と時価総額を比較したときというのは、計算できるのは PER ですね。5000億円に対しての250億円の収益ですので、PER で計算すると20倍ということになります。これも結構高い水準じゃないかなと。日本株の平均過去推移で見ても、PER10 倍から15倍ぐらいというのが、一つ目処にはなってきますので、ちょっと行き過ぎてるんじゃないかなと。この時点で株価1000円超えてくると、短期的な急上昇としては、一旦警戒感を持ってもいいんじゃないかなというような各指標の考え方になります。ではもう一つ、3年後にビットコインは倍増の価値をつけるんじゃないかと考えている場合、そうすると3年後、ちょっと先長いですけれども、1250億円のプラスの場合は、時価総額に対して、この比率だと4倍ですね。ちょうど4倍ですけれども、3年かけてこの収益を上げるということですので、単純に分母となる収益の方を3分の1すると、だいたいこれで PER は12倍ぐらいの計算になるということなので、このビットコインが価値倍増すると3年くらいかけて考えている場合は、現状の株価であってもまだそんなにむちゃくちゃ高い水準だなというようなレベル感ではない。このあたり、ビットコインの先行き、どういうふうに想定しているか、期待感を持って一つの投資先として考えている場合は、こういったシナリオ展開で割安か割高かというのが判断分かれてくるところかと思います。あとはですね、もう一つビットコインの保有額のところ、先ほど3年間ちょっと長いなと申し上げましたが、なぜ長いかと言いますと、メタプラネットはビットコインをどんどんと買い増ししていっているわけですね。で、買い増しするときの資金調達、株券を発行するというふうになると、そちらのバランス、兼ね合いにもなりますが、そもそものビットコイン保有額が増えていく、そしてそれが上昇していくということになれば、右側の収益性というのもどんどん上がっていきますので、そうすると PER の判断水準としては、長期的な目線を持っている方ほど、今の足元の株価はそんなに高くないんじゃないかと考える傾向。逆に短期的な信用売買を行っているような、とあるインフルエンサーのような考え方を持っていると、足元の急騰というのはちょっと行き過ぎだなと、そういったところで、金曜日は一時ストップ安をつけたんじゃないかなというふうに考えられます。このあたりですね、ビットコインの展開を皆さんがどのように思っているか、そしてメタプラネットとの時価総額を比較して、割高か割安か、PBR、PER といった簡単な株式指標を想定しながら投資戦略を考えていただければいいかなということでご紹介いたしました。メタプラネットほど急上昇していないリミックスポイントに関しては、ビットコイン保有額150億円に対して時価総額約600億円ですので、こちらの銘柄気になっている方は同じように考えていただければと思いますが、実はですね、メタプラネットとほぼほぼ同じ比率になっています。ということで、今回はメタプラネットを中心にリミックスポイントとストップ高、ストップ安を1週間のうちに忙しくつけていた銘柄たちをご紹介いたしました。結局ビットコインが今後どうなっていくか、個人的にはビットコインを今後さらに買っていきたいんですけれども、上昇を牽引するとされるような注目材料まとまっている記事がありましたので、こちらの5つの中で足元を非常に注目されているのは5番目の官民セクターの買い増しというところ、テキサス州の州法成立であったり国家準備金構想、そういった内容、直近非常に話題になっていますし、ビットコインの投資資産としての評価というのが安定してくればくるほど、金融資産として ETF はじめアセットマネジメント系が商品作ってきますので、長い先行きを見れば非常に期待感を持てるところ、そして注目していきたいのが2番目、3番目、4番目、全部かいみたいな感じですけれども、2番目の利下げと3番目のドルの価値の低下というのは、ほぼほぼ同義ですね。金利がつかない通貨というのは他通貨に比べて価値が下がっていきますので、代表的なのが円ですね。金利がほぼ長らくゼロが続いてきましたので、どんどん円安が進んできたわけですが、ドルの価値が低下するんであれば他の資産で持っておきたいというのが通常です。例えば代表的なのは金、ゴールドですね。これは長期的にずっと上昇していますけれども、安全資産として一つの逃避先の資産で買われているわけです。このゴールドとの相関というのがプラスの 0.55 ということで、ビットコインを一つ安全資産として評価する向きがあるというのは非常に興味深いところ。ということで、トランプ大統領の政策というのもそもそもビットコインには追い風ですし、
そのあたりも踏まえながら、株価の割高感、S&P500 は足元割高だと、そういった言い方は、ここ何年も続いていますが、結局はまだ大きな下落、大怪我を負うような大幅な下落というのはまだ登場していませんけれども、投資割合の分散という意味で、一つ選択肢としてビットコイン、あるいはビットコインをすでに大量保有しているような銘柄、メタプラネットといったところを検討の一つに加えていってもよろしいんではないでしょうかということでご紹介いたしました。また個人的な事情で動画投稿の頻度がかなり落ちてしまっていて大変申し訳なく思っておりますが、ここまでご覧いただいた方はおそらく当チャンネルの長らくのファンでいてくださっている方々かと思いますので、今後も引き続き動画をお楽しみいただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。